チャンネル登録者数6万人来ました。ありがとうございます。これからも頑張ります。おだすこんにちは、ポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーの違いを確かめておこう。やっていきたいなと思います。ということで、ブッフォン来ましたねというところで、今ね、攻撃的ゴールキーパー、そして守備的ゴールキーパーのね、この違いの部分がね、またちょっと気になってる人もいるかなと思ったんで、まずはね、こっちをやっておきたいなと思います。分かってるつもりの人もね、ぜひ見ていただくと意外に面白かったりすると思うので、早送りでもいいので、見ていただけたらなと思います。さあ、ということで、まずは攻撃的ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーの違いでね、見ていくんですけど、今回はちょっと、ブフォン引いてもよかったんですけど、ちょっとね、配信で引こうかなと思ったので、ゾマーでやっていきたいなと思います。攻撃的ゴールキーパーのゾマーと、守備的ゴールキーパーのゾマー、この2人をね、使いながらやっていきますよという感じです。さあ、ということで見ていきましょう。まずは同じようなシチュエーションから見ていきましょう。ビルドアップのこのシーンですね。もう、キックオフからのこのシーンなんですけども、はい、というところでここなんですけど、まずはですね、レーダーの部分ですね、見ていくと、攻撃的ゴールキーパー、そして守備的ゴールキーパー、見てわかる通りですね、違いはあまりないですね。ビルドアップの時はね、意外に違いないんですね。もう一個、このシーン見てみましょう。はい、このシーンなんですけども、ディフェンスラインでね、持ってる時ですね。ここもね、あんまり変わってないかなっていう感じですね。そう、実は、ビルドアップの時ってね、そんなに変わんないんですよね。全く同じなのかというと、実はそうでもなくて、どんな時に変わってくるかとですね、ボールをアタッキングスタート付近ですね、そこまで持っていくと初めて変わるというようなイメージですかね。アタッキングスタート入る前ぐらいですかね、ハーフラインを越えたちょっと先ぐらいのところまで行くと、ゴールキーパーのね、レーダーのこれ分かりますかね。攻撃でゴールキーパーはペナルティエリアも出るか出ないか、若干出るかな、最終的には。とこまで持っていて、守備的ゴールキーパーはペナルティエリアからは出ない。みたいな感じのポジショニングをしていくという形になっていきました。ここはね、若干の違いがありましたよというところです。ただ、ここで重要なのは、ビルドアップ、普通上のビルドアップ時はね、そんなに変わんないんだなというのが分かっておくといいかなと思います。そして次ですね、守備時のところになっていきます。敵にね、ボールを取られたこのシーンですね。はい。そしてサイドまで持って行ってみましたけども、このシーンなんですけど、これ見ると分かりますかね。意外にポジショニング同じなんですよね。ビルドアップの時もそんなに変わってないし、ここで敵に取られたタイミングでもね、そんなに変わんないんですね、実は。ディフェンスがしっかり揃っている状況っていうのはね、そんなにね、変わんないんだっていうことが大きいポイントになってきます。もう一つシーン見てみましょう。はい、今度はね、ペナ内でちょっと持ってみたんですけど、右に左にみたいな感じで持ってみたんですけど、ここもね、見てわかる通り、実はそんなにポジショニング変わんないんですよ。攻撃的ゴールキーパーの方がね、前にいるのかなーなんて思ったりもしたんですけど、実はそんなことなくて、要はこのペナ内でちゃんとディフェンスが揃ってる時っていうのかな、ディフェンスラインがちゃんと引いてる時っていうのかな、っていうのはそんなに変わんないんだよっていうことが一つ言えるかなと思います。結構ここが意外なところかなと思います。とは言ってもですね、やっぱオンライン使っていて違いを感じる瞬間ってスルーパスというか、そういったシーンだと思うんですけど、ちょっとスルーパスの再現っていうのはね、同じシチュエーションになりにくいんでできないんですけど、ここでね、ちょっとそういう疑似的な話でできるかなと思ったんでやっていくんですけど、ハーフライン付近でね、取られて、そのままドリブルをして1対1の場面ですね。こういう状況を作っていました。そうするとこうなりましたね。はい、わかりますかね。この飛び出した瞬間とかもそうなんですけど、このペナにボールが入るか入らないかぐらいのところとかで見ていくとですね、ゴールキーパーのこのポジショニングが、攻撃的ゴールキーパーの方が一歩前にいるの分かりますかね。ゴールキックラインのところ、ゴールキックエリアのラインから見るとですね、ちょっと攻撃的ゴールキーパーの方が前にいるのが分かりやすいかなと思います。縦にも並べておきました。上が攻撃的ゴールキーパーですけども、こう見るとですね、攻撃的ゴールキーパーの方が一歩前にいるの分かりますかねというところになっていきます。はい、ということで、ディフェンスが揃っているとですね、ポジショニング変わるんだなっていう風に思ったんですけど、まずこの時は思ったんですけど、編集してた時にですね、なんかちょっと違うなと思って、もう一回追加で検証してみて、厳密には違うということが分かったんで、結構ね、ここ重要だなと思ったんで、もう一回声取り直してるんですけども、これ見てほしいんですね。はい、というところで、この
今スアレスがボール持ってる状態からですね、この時はポジショニング同じなの分かりますかね。同じなんですけど、この後スアレスがガビを振り切ってというかシュートの体勢に入りますよね。この時に攻撃的ゴールキーパーのポジショニングが前に一歩出てるの分かりますかね。要はですね、シュートコースが開くと攻撃的ゴールキーパーは一歩前に出るんですっていう仕様だということが分かったんですよね。はい。で、この後ディフェンダーが戻ってきたりとかシュートコースが潰れると攻撃的ゴールキーパーも元の位置に戻るというかね、そういう感じになってました。なのでシュートコースが開くと一歩前に出るみたいな仕様があるんだということが分かりましたね。なのでドリブル等で一個振り抜かれてシュートコースがバッと開いた瞬間に攻撃的ゴールキーパーは一歩前に出るみたいな仕様になっているということが分かりました。ここが明らかに違いですね。で、逆に守備的ゴールキーパーはそのシュートコースが開こうが開かまいがずっとその定位置というかね、へばりついているというような感じになっていきましたね。シュートコースがガラッと開いたら一歩前に出るっていうのは結構自然な動きというか、今では普通の動きなのかなとは思いますね。それはやっぱシュートコースを消すとかいう意味でもですね、基本的には一歩前に出ていくっていうのはよくやることかなとは思うので、その違いがあるんだなっていうのは今回これ発見できてよかったですね。で、最後これちょっとおまけなんですけど、これね、守備的も攻撃的も同じなんですけど、今ガビが目の前にいると思うんですけど、ガビが動くとですね、ゴールキーパーのポジショニング変わるの分かりますか？これは攻撃的でも守備的でも同じなんですけど、要はですね、シュートコースどこが空いてるかによってゴールキーパーのポジショニングも変わるんですよね。右側が空いてる時は右側に動くしみたいなんですよね。あ、こんな細かい仕様あるんだというのもちょっとびっくりしたんで一応紹介しておきます。という意味ではディフェンスの仕方とかもね、地味にこれ影響してくるんだろうなっていうのはちょっと見て取れるかなと思います。はい、というところでですね、いろいろ見えてきたんで今日は結論です。攻撃的ゴールキーパーはシュートコースが開くと一歩前に出るとします。はい、というところで見ていただきました。結構ね、明確な違いが一つ分かったのは良かったかなと思います。あとそれと同時にですね、一歩前に出るっていう仕様は言ったんですが、それ以外の部分ですね、に関してビルドアップとか、あとはディフェンスがちゃんと揃ってる時ですね、ここに関してはポジショニング変わんないです。ほぼ一緒ですね。やろうとしてることは同じっていう形になっていましたね。なのでしっかり引いて守れてる時は攻撃的であろうが守備的だろうがそんな変わんない、ポジショニングが変わらないということが一つ言えるのかなと思います。という意味ではブリッツ決められるのが嫌すぎて守備的ゴールキーパーにするっていうのもある意味理にかなってんのかなっていう気もしましたが、それ以外の部分に関しては正直一歩前に出てくれた方がコンカとか普通のシュートとか止めれる可能性高くなるんじゃないかなって気はね多少しちゃうなとか個人的にはね思いましたね。実際でもどうですかね、1試合でめちゃめちゃ綺麗にこうキーパーの頭上を越えて決められることってなかなか難しいとこだと思うので、現状個人的にはですね、やっぱり攻撃的ゴールキーパーの方がいいかなって感じはしますね。ちょっとね 1,2 年前の時は攻撃的ゴールキーパーのこのポジショニングが多分ねずっと前にいたんじゃないかな、常に前にあったんじゃないかな、シュートコース開く前からずっと前にいたんじゃないかな。それがちょっとねあんまり良くなくってというか、ポジショニングがねそれで結構ずれること多かったんですよね。っていうのもあってか、ちょっとシュートへの対応っていうのは正直ね守備的の方が絶対良かったんですよね。確実に良かったけど、多分それが修正されて、攻撃的ゴールキーパーもかなり守備的ゴールキーパーで今見た通りですね、ポジショニングがあんま変わんないので、ってなるとシュートへの対処っていうのは良くなってるんですよね。今まで取れなかった部分が取れるようになってきているという形になっております。そしてスルーパスも出れるみたいな感じになっているというところですね。なので攻撃的ゴールキーパーの良いとこだけが今結構残ってるに近いのかなと思います。で、そうなると守備的ゴールキーパーの良くない部分が結構悪目立ちしてるような感覚もあるので、皆さんどうですか？結構攻撃的ゴールキーパーの方が良くねってなりそうな感じはしてるんですけど、皆さんどうですかね？で、今回は特に攻撃的ゴールキーパーの特に違うところっていうのをね見れたので、これは一つ念頭に置いといていただけると守備の仕方とかも含めてねいろいろ参考になるんじゃないかなと思います。あとはシュートコースをちゃんと切るところによってキーパーのポジショニングも変わってるっていうのも結構意外でしたね。これでちょっとどうにかゴールキーパーセンスの検証とかできないかなとかいろいろ考えてたんですけどね、それは置いといてとしてですね、そういう意味では守備の仕方自体もどうですかね、極端にどっちかを切るみたいな方がキーパーとしても
セービングしやすいというか、結果的に失点が少なくなるみたいなこともあり得るのかなとかね、いろいろ考えちゃったりしましたね。はい、というところですかね。なんかこの辺見てくるとなかなかロマンが大きいですね。なかなか深いですねと思っております。いろいろね、参考にしてみてください。ブッフォーの検証はね、またやろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。